ワンピース最大の謎ともいえる空白の100年の真相。作中ではまだほとんど触れられていません。ですが伏線王とまで言われる小田先生のことですから、これまでのストーリーの中に必ずヒントが隠されているはずです。ということで今回はリンクやイメージ動物、これまでの僕の考察をもとに空白の100年のヒントを考察していこうと思います。先に言っておきますが、この動画内で結論を出すわけではありませんので、そこはご了承ください。では行きましょう。僕が考える空白の100年に起きたであろうこととは結婚詐欺です。ワンピースの作中にはいくつもの結婚詐欺が描かれています。その1、サンジとプリン。その2、ロキとローラ。その3、サイとウホリシア。その4、小紫と客。空白の100年には恋物語が関係しているという考察はかなりされていると思いますが、僕は恋泥棒が空白の100年を作った大きな原因なのだと思います。まず注目してもらいたいのが第105巻の表紙です。明らかに第25巻とリンクされた構成になっている中、真ん中になぜかおでんを食べているキャロットが描かれたことでいろいろと憶測が飛びましたよね。一般的に一番納得のいく解釈を考えるなら、ロジャーが光月おでんにカムサリを放っていることから、おでんを北欧神話の神であるオーディンに見立て、神を食べるウサギと神を食べるヤギとをリンクさせているというのが分かりやすいです。まあこの意味もあると思うんですが、僕は他にも意味があると思っています。キャロットが持っているおでんに注目してみてください。こんにゃくがかじられています。つまりこんにゃく食うウサギ、こんにゃく食うウサギ、婚約詐欺です。ダジャレかよと思うかもしれませんが、小田先生はこういうダジャレにヒントを忍ばせる傾向があります。それにこんにゃくを婚約と言ったのにはちゃんと理由があります。これはコタポテさんからコメ欄にイエローとかブルーのイメージのサンジがなぜステルスブラックなのかというような内容の質問をいただいて考えたら分かっちゃいました。そのサンジの嫌いな食べ物がこんにゃくなんですよね。そのこんにゃくを婚約とし、以前に考えた和の国の言葉遊びと合わせると答えが出ます。少し難しくなるので思い出してもらうために先に和の国の言葉遊びの動画をご覧ください。恋物語のヒントを得るためには小田先生が和の国に仕込んだ言葉遊びを解く必要があります。言葉遊びのヒントは美少女こけし、たぬきの茶釜です。まずは美少女こけしから解きます。美少女こけしを集めていたのは天狗山秘訣こと光月すき焼きです。ヒントのこけしはこけしと考えます。光月からこを消すとうずきになります。うずきを漢字で書くと旧暦のうずきとも書けます。うは干支でいうところのうさぎですので、うずきは月のうさぎ、美少女月のうさぎといえばご存知美少女戦士セーラームーンです。すき焼きにはこんな風に見えていたことでしょう。それはさておき、セーラームーンの前世は不老長寿の月の王女という設定です。光月すき焼きが好きなものはセーラームーンフィギュア、光月おでんが好きだった曲は月姫です。そう考えると973話でのおでんの言葉、トキお前も探しに来たんじゃないのか、800年の昔から世界がひっくり返る日を、ならば20年先へ飛べ、お前の望む無という風にカタカナの無で止められてしまったトキが望むものとはムーンプリンセスとなるのではないでしょうか。ムーンプリンセスとは初代イム様のことでしょう。だとするなら世界がひっくり返る日に初代イム様が現れるということになるのではないでしょうか。ちょうどそんな考察を前回の動画でしていますので、ぜひそちらも見ていただきたいです。では次、2つ目のヒント、タヌキの茶釜を解きます。先ほどと同じようにタヌキはタを抜き、茶釜は茶がマになっていると考えます。今度はタヌキの茶釜と一緒に暮らしていたお玉を変換します。お玉からタを抜き、マを茶に戻すとお茶となります。タイトルの中にお茶が出てきたのは124話のお茶がうめえです。124話は話数の語呂合わせの中でも秀逸な回で完全に3時を表しています。この話数の語呂合わせは僕が考察を始める前に読んでいたワンピーマン剣団という方々が出版したワンピース最強考察に書いてありました。124の数字はビンスモッケの1時2時4時を表しており、3時だけが抜けています。124は語呂合わせで異分子とも読めるので、3時がビンスモッケの異分子であることも表しています。124話の扉絵は3時がザ・シークレットと書かれた大きなバッグを持ち船に乗るところです。124話ではルフィがミスゴールデンウィークのカラーズトラップにかかり出されたお茶を飲んでいます。
3時の会であることを考慮すると、ホールケーキアイランドのビッグマムのお茶会を連想することができます。つまり3時とプリンの結婚式です。この2人の関係が空白の100年のジョイボーイとイム様の関係を表しているのではないでしょうか。3時をジョイボーイのヒントだとする考察は、ぜひチーズさんの動画を見てください。とても素晴らしい考察をされています。先ほどイム様をセーラームーンだと考えましたよね。セーラームーンが憧れていたのはタキシード仮面です。そこでタキシード仮面からタを抜いちゃいます。そうするとタキシード仮面はキシード仮面、キシード仮面、騎士道仮面。3時は誰よりも騎士道を重んじますよね。つまり騎士道仮面とは3時であり、おそばマスクのことです。いい感じにつながりましたよね。3時がジョイボーイ、プリンがイム様に対応しているとするならば、イム様がジョイボーイに好意を寄せていたのだということを表しているのだと思います。この動画を作成した当時とは登場人物の情報量が変わっていますので、あえて誰という名前を当てずに考えていこうと思いますが、月から来た王の好きだった相手は3時とリンクされており、タキシードのイメージがあることがわかります。タキシードといえば結婚式で新郎が来ますよね。3時のレイドスーツにはタキシードのイメージがあります。それを3時は着ることを拒んでいました。つまり3時がリンクさせているキャラはタキシードは着たくない、つまり結婚はしたくない、だから婚約はしない、こんにゃくが嫌いという風につながるのだと思います。3時はコックなのにゼフに止められてもタバコを吸っていますよね。タバコを吸う時のためにデザインされたスモーキングジャケットというのがあるそうで、これが後にタキシードの原型になったそうです。やはり3時にはタキシードのイメージが持たされており、こんにゃくは婚約と考えて良さそうです。では空白の100年に婚約詐欺をやったのは誰なのか。それはおそらく詐欺のイメージがある人物です。日本では馴染みが薄いですが、詐欺はヨーロッパでは朝を象徴する鳥と言われているんですよね。歌手の山下達郎さんがヘロンという歌を出されているんですけど、ヘロンはアオサギのことです。泣かないでヘロン、雨を呼ばないでというサビなのですが、アオサギが鳴きながら飛ぶその日は雨になるという言い伝えからの歌詞であると思います。さらに僕はラフテルにはピラミッドのイメージの墓があり、物語の大鳥である大鳥イメージの人物が眠っていると考察しているのですが、エジプト神話における不死鳥であるベヌーはアオサギの姿で描かれます。さらに大鳥イメージの人物を三角形の中から外に出すことで世界の夜明けがやってくると以前に考察しているのですが、数学に三角形の面積を求めるヘロンの公式というものがあります。これはちょっと考えすぎですかね。では次は詐欺について考えていきますが、作中で詐欺といえばエジプトイメージのアラバスタに登場したワルサギです。ビビの説明では砂漠の盗賊とされていました。砂漠の盗賊といえば誰でもアリババと40人の盗賊を連想すると思います。この物語に登場する盗賊の棟梁は召使い的な立場の女性に刺されて死にます。このことをちょっと覚えておいてくださいね。話をワルサギに戻しますが、ワルサギは盗賊、つまり泥棒です。他の泥棒にもヒントはあると思いますが、注目は泥棒猫のナミです。泥棒猫を辞書で調べてみると、1、人の家に入り食べ物を盗み食いする猫。2、隠れて悪事を働く者。3、人の恋人を奪う者に対しての罵倒とあります。つまり本来泥棒猫はナミのような普通の泥棒に使われる言葉ではないんですね。僕はやはり3の恋泥棒の意味が当てられていると思います。ここでナミの懸賞金の推移に注目。ナミの懸賞金は1600万ベリー、6600万ベリー、3億6600万ベリーと上がってきています。考察好きな方にはもはや常識となっていると思いますが、懸賞金の波数はそのキャラを表すヒントになっています。1600万ベリーはイム様、6600万ベリーはリリーとなり、第1084話に世界政府発足時のアルバスタの女王リリーという名前が出てきたことで、空白の100年に恋泥棒が関係していそうだという予想ができますよね。さらに空白の100年を考えていきます。これは普段から仲良くさせてもらっている考察者のクセガールさんも言っているんですが、作中に100という数字が出てきたら、それは全部空白の100年のヒントです。クセガールさんのチャンネルは誰もやらないような方向からの考察が多いのでおすすめです。僕が気になる100はホールケーキアイランド編の結婚式。スムージーがウェルカムドリンクとして用意していたものの一つが男を100人刺した美女でした。おそらくこれはドレスローザ編でおもちゃの兵隊が語っていた
この国の女性たちは恋に情熱的で嫉妬深く、男の裏切りにあったりするとよく人を指します。美しい人ほどまあ指しますよ本当という言葉の通り、空白の100年に裏切りにあって指した者がいるということを表していると思います。僕は2つ前の動画でラフテルには背中に傷のあるミイラがあると考察しているのですが、これも関係しそうですよね。さらに100人を指した美女の隣にはおかしな声で鳴くキリンがおり、これは誰もが気づいているようにキリン一番搾りを表していると思います。皆さん、ビール酒造組合が制定したいいビール飲みの日って何月何日か分かりますか？いいビールということで11月16日だそうです。ビールの語呂合わせは16でイム様を表しているんですね。では一度ここまでの要素をまとめると、婚約詐欺、恋泥棒、恋人への裏切り、なんとなく物語が浮かんできそうな気もしますが、今回はさらにヒントを探します。第1082話で革命軍のギャンボとジロンが賭けをしているんですけれど、ジロンがサボの帰還に100万をかけています。もちろんこれも空白の100年のヒントになっていると考えますが、この時のヒントはイカサマだと思います。ということでイカサマを探していきますが、注目は藤虎一生が関わるイカサマです。イカサマとは正しいふりをして不正をすること、騙しやごまかしに使われる言葉ですが、藤虎はイカサマもしくはイカを見ると場所関係なくずしずしの能力を使います。一つ目、ドレスローザでルーレットで白か黒かにかけていた藤虎はイカサマをしたドフラミンゴの手下を能力で地獄に落とします。ちなみにこの時ルフィたちが食べているのはローズイカのイカスミパスタです。多分これはバラライカという三角形のロシアの楽器を表していますが、ややこしくなるので次に行きます。2つ目、ドフラミンゴとローの取引現場ですが、またも白か黒かという問答をしており、ずしずしの能力で隕石を降らせます。この時はドフラミンゴが七部会をやめたと見せかけるイカサマをしていました。3つ目、第1083話で革命軍のカラスに攻撃された藤虎は、そこがマリージョアで付近に天竜人がいるにもかかわらず隕石を落とそうとしています。カラスは藤虎にとって賊ですから、カラス賊と書いてイカです。ではこのイカとずしずしの能力とがどう空白の100年と関わってくるのでしょうか。ずしずしの能力は重力ですから、おそらく思いがキーワードです。歌の楽曲はミュージックビデオから歌詞までヒントだらけだと考えていますが、私は最強の歌詞の中にも私の思いはみんなには重いと韻を踏んでいます。感情の思いに関しては空白の100年の人間関係が分かってこないと推測できないので、目方の思いについて考えていきます。僕はラフテルはエジプトのピラミッドのイメージだと考察しているのですが、同じくエジプトのイメージがあるアラバスタ編ではクロコダイルが空中からの攻撃サーブルスペサードを使っています。砂嵐の重さ、嵐が恋はハリケーンと重なるからこれも重いサクサクいきますが、クロコダイルは超重要キャラなのでご記憶ください。あと2人、自分の重さを変化させる悪魔の実の能力者がいます。マッハバイスとミス・バレンタインです。マッハバイスはあまり面白いヒントを見つけていないので割愛してミス・バレンタインを考えます。ミス・バレンタインは僕にとって T ボーン中将並みに重要なヒントキャラであり、過去の動画でもイム様のヒントキャラとしてがっつり考察したつもりでいましたが、まだ甘かった。ミス・バレンタインの通称は運び屋ミキータです。ミキータに運び屋の要素なんてありましたっけ？おそらくないはずです。そして全身レモンをイメージした服装、相方はミスター5、つまり5。ミキータ、運び屋、レモン、5。何か思いつきませんか？そう、リュック・ベッソンです。リュック・ベッソンはフランスの映画監督なのですが、その代表的な作品名がミス・バレンタインに隠されています。ミキータはニキータ、運び屋はトランスポーター、レモンはレオンときたら5はフィフスエレメントでしょう。ご存じない方のためにフィフスエレメントを都合のいいとこだけかいつまんで紹介すると、1914年エジプトのピラミッドで世界を救う5番目の要素フィフスエレメントと世界を滅ぼす邪悪な存在が予言されていることが発見されます。2263年、世界は全ての攻撃を吸収してしまう反生命体ミスターシャドウに脅かされていた。鍵となる4つの石板を託されたのは連邦最高の歌姫。歌姫は死んでしまうが、石板を手にしたブルース・ウィリスと全身オレンジ色のミラ・ジョボビッチはナイルの神殿にたどり着く。
反生命体は加速し地球に衝突しそうになるが、4つの意志が揃って使い方も分かり、愛し合う力で反生命体はただの小惑星と化すという内容。おそらく小田先生がミス・バレンタインに持たせたかったイメージは惑星の衝突でしょう。巨大な隕石の衝突はポールシフトの原因にもなります。惑星の衝突を連想させる仕掛けはこれだけではありません。ちょっと和の国の土地の名前を思い出してほしいんですけど、花の都、栗、りんご、白米、きび、うどん、どれもイム様のヒントであろうネーミングですけど、うさぎのドンってちょっと強引な感じしませんか？あとは実際にあってもおかしくないような名前なのに、うさぎのドンでうどん。やはりこれも何かのヒントだと考えて深掘りしていきましょう。僕が以前にしたイム様の考察をまとめると、月から来た王は北海道であるズニーシャにもともとは住んでいたミンク族であり、頭に木が生えているイメージがある人物だと言っているんですけど、僕の予想では木がちょんまげのイメージだと思うんですよね。ローグタウンの武器屋の店主の一本松はなかなかに奇抜な髪型をしているんですけど、横から見るとちょんまげのようにも見えますよね。しかも名前が一本松。一本松の髪の毛は表情によって形が変わり、まるで鳥が羽ばたいているようですよね。もしかすると仏の戦国の帽子についている鳥も同じイメージかもしれません。このヘアスタイルとリンクするキャラといえば、スリラーバークで登場したジェネラルゾンビの風のジゴロウです。頭についているちょんまげらしきものがまるで鳥のようですよね。僕は風のジゴロウは月から来た王のヒントキャラだと考えています。僕の動画を見てくれている人は一目でわかると思いますが、ジゴロウは相撲の回しをしています。僕は月から来た王には相撲のイメージが込められていると考察していますので、まさにですね。そもそも相撲取りには大イチョウという曲げがあります。これも木のイメージですよね。さらに T シャツにある YourSong の文字、これはイム様と波を合わせたイメージだと以前に考えた歌が同じく YourSong と書かれたシャツを着ています。やはりジゴロウは月から来た王のヒントキャラでしょう。さらに和の国の言葉遊びでも導き出したように、ワンピースにはセーラームーンのオマージュが込められていることが明らかですが、デイビーバックファイトの控室にあったカツラの中にセーラームーンのカツラもあったことから、控室にあった全てのカツラが月から来た王のヒントになっていると僕は考えています。その中にもあるんですよね、ちょんまげ。まあ長々と何の話をしているんだと思ったでしょうが、僕が何を言いたかったかというと、月から来たウサギイメージの月の王には曲げのイメージがある。つまりうどんはアルマゲドンというダジャレです。アルマゲドンの主演はまたもブルース・ウィリス。ストーリーの前提を簡単に言うと、地球への衝突コースを取る小惑星が発見されたが、これを回避する方法はただ一つ。小惑星内部に核爆弾を設置し、内部から破壊するしかない。その任務に選ばれたのが石油採掘のスペシャリストたちだったみたいな感じです。隕石の衝突のイメージを隠したいから、採掘場にうどんという名前を付けたのではないでしょうか。というわけで、今回は空白の100年にあったであろう婚約詐欺、恋泥棒、恋人の裏切り、隕石衝突のヒントを紹介しました。本当はまだまだ続きがありますが、長くなりすぎるので今回の考察は以上です。これからもちょっと変わった視点の考察をしていきますので、見逃さぬようチャンネル登録してくださいね。コメント、いいねボタンもお願いします。ではまた次回。